はいどうぞ。最近私は親父に外務省解体のことを教えました。80になる親父です。で、初めて聞いて、なんでそんなことやのって驚いとったぐらいですわ。NHK でやれへんかい。まあ息子の口から自分から言うしかないと思ったから言ったんですが、やっぱりあまり理解が親父に飲み込めないんですよね。これってでも報道の自由さえないんですかと思いましたね。なんか民放もやれへんどころか NHK も報道しない。これはどういうことですか。うちの親父が初めて知って、うちの親父どっちかというと自民党支持ですが、まあちょっと悪いですが、それでもやっぱり国は借金だらけやろって言って、いやそんなんちゃうねんって言ってるんだけど、なかなか理解してくれんですよ。でもこれは息子の口からちゃんと教えてやらなあかんなと思って、もう使命感ですわ、これは。よろしくお願いします。でもそれずっと頑張ってるんですよ。でもその報道の自由ぐらいは欲しいですね。ちゃんと。事実は事実。そういうことですね。それを言ってるんです。僕自身もそれで苦労してるんですよ。ちょっと僕も話しは他にもあるんですが、独身税もなんか上げた余計に独身者増えてしまいますよ。婚活にもお金かかるんですよ。そうですね。婚活するのに僕も結婚するまでえらい苦労しました。最終的には結婚できたんですが、去年ぐらいにやると、それまでやっぱり民間の結婚相談所行きまくってお金バンバンですよ。お金いりますよね、結構ね。そんなんばっかりで結婚するのも金かかるのに、独身税なんか取ったら余計に得しちゃってますよ。そういうことなんですよ。どこの国も失敗してますからね、独身税はね。絶対にそれにお金増や消費税なんか取ったら今度子供を育てるのにもお金いります。どんどん人口減少化ですよ。国は子供日本人減らしたいんですか。そうなんでしょうね、多分。ちょっと、私は結果的にちょっとこんなこと言うのもなんですが、中国人と結婚しました。結果的に結果的な、でも彼女はちゃんと税金を納めてます。誤解しないでください。大丈夫ですよ。真面目に働いて税金を納めてる外国人もいるんです。そうですね。結局婚活の必死で探した婚活の結果なんですが、でも彼女もそれも幸せのことを考えてます。やっと50代になってやっと結婚できた。情けないこと。そうなんですね。書きまくって書きまくって。ちょっとでもなんていうのかな、モテない国やってばっかりするんじゃなくて、なんかモテない国もうちょっと助けるような世の中にしてほしい。ちょっと話それてますね。婚活の話になってるんで。すいません。すいません。でもとにかく法の自由が欲しいなっていうのが本音ですわ。いやほんまそうですよね。だからそのためにこの財務省ぶっ潰さなあかんな思って。そうですね。財務省変えたい。財務省変えたい。変えたい。財務省変えたい。変えたい。財務省変えたい。ありがとうございます。はい。気まぐれさん、気まぐれさん。はい、どうぞ。すいません。もうちょい真ん中来て、真ん中。
きましょう。 3回目の参加なんですが、私が許されへんという外務省に対しての思いは、財源がないという嘘で政治家とかマスコミを騙して、その人らがそういう声を大きくして国民を騙して財源がないと、財源がないから増税せないかんと、これ全くの嘘ですから、国は打ち出のことというか、そういうものを持ってます。しかもそれは返さんでもいいお金で、どんどんお金作れます。それで作ったらええはずやのに、それで作った財源があるいうことを財務省は知ってるくせして、財源を増税することが財務省職員の成績になるようで、だから増税のことばっかりするように、国家には財源がないと、そういうことばっかり言います。これを広めないでほしいということが一番の思いなんです。それでは財務省解体を言いたいと思います。はい。財務省解体！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 ありがとうございます。はい、次誰か、はい、どうぞ。喋ります。はい、いや、じゃあどうぞお先。いいですよ。はい、どうぞ。じゃあ後から来たから。ありがとうございました。次も参加します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。私30歳の人間でございます。30歳ということはどういうことかと言いますと、こちらです。失われた30年というじゃないですか。つまり私の人生そのものが失われてしまったというふうなものでございます。で、前回3月14日に全国のデモ参加させてもらったんですが、この際テレビで報道されましたか？されてないですよね。立花さんが襲われたことは報道されました。でも我々が活動したことは一切報道されませんでした。ではなぜかと言いますと、それはテレビ業界に、財務省の天下りがあるからです。でこれで、テレビだけ見てる方がこういう活動をしているということを一切知らないという現状があるんですよね。で我々としては大丈夫ですよ。はい、ゆっくりでいいですよ。で今、兵庫県で斉藤知事今テレビで揉めてるじゃないですか。でもそれって斉藤知事のことじゃなくてオールドメディアが言ってしまえば我々 SNS でこうやって見て集まってるじゃないですか。そういうふうなものに対しての言ってしまえば抑え込みでやっているということなんですね。でこれに対して我々は斉藤知事が確実に正しいとは 100% 言ってないですよ、もちろん。すみませんね。でいけます？はいはい。ちょっと話題ごめんなさい、ちょっと話題変えます。はい。ですね、私のおばあちゃんいるんですけど、やっぱり年寄りの方って自民党を応援する方が多いんですよ。でもうちのおばあちゃん、自民党には絶対に投票せえへんと言ってくれました。ではなぜかと言いますと、我々が未来を生きていくのに今の自民党のままだったらこの国は変わらないと言ってくれました。もちろん私はその場で感動してありがとうと言いました。なので、お年寄りの方もみんながみんな自民党を応援しているというわけではない、このことだけご理解いただければと思います。もうちょっと上がっても出てこれ以上話続かないので、財務省解体のコール、スタンドさせていただきますので、皆さんご視聴のほどよろしくお願いいたします。財務省解体！財務省解体！財務省解
りがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次行きますか。